マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、新年早々無理をしすぎて体調を崩されたりしていませんか？まだまだ寒い日が続きますのでね、どうか無理をせず体調管理に気をつけてお過ごしください。はい。さて今日はですね、皆さんに新しいコーナーをご用意しました。日本の各地域を紹介するコーナーですね。で、私が今まで実際に訪れた場所の中から皆さんにおすすめしたい場所を季節などに合わせてご紹介していこうかなと思います。はい。で、その第1回目として今日は金沢を取り上げます。皆さん金沢聞いたことありますか？金沢は日本の中部地方、石川県に位置する都市で、よく小さな京都と呼ばれるほど日本の伝統的な雰囲気が色濃く残っている町です。はい。で、東京や大阪ほど人が多くなくって静かで落ち着いた雰囲気の街なのでね、昔ながらの日本の雰囲気を感じたい人に特に人気の街です。実は金沢駅は世界三大旅行雑誌の一つであるトラベルレジャーで世界で最も美しい駅の一つに選ばれたことがあるんです。そう、まさに世界がその美しさを認めた駅なんですね。うん。で、駅に到着して外に出ると、まず目に入るのが日本の伝統的な楽器、鼓をモチーフにした鼓門です。はい。そしてその奥にはガラス張りの巨大な屋根である未来的なもてなしドームが広がっていて、伝統と未来が見事に調和した、そんな駅なんですね。このもてなしドームのもてなしっていうのは、お客様を心を込めて迎えるっていう、そういった意味の日本語です。で、これはおもてなしから来ています。そして金沢は一年を通して雨が多い地域なのでね、駅に降り立ったお客様に傘を差し出してあげる。そんな気持ちでこの大きなガラス屋根が作られたそうです。うん、本当にね、到着した瞬間から、もう、ようこそ金沢へっていう、こういったおもてなしが強く感じられる、そんな駅でしたね。うん。で、私たち夫婦は東京から新幹線で金沢駅まで行ったんですけど、初めて金沢に到着した時の感動は、もう今でも本当に忘れられないですね。うん、本当にすごく美しい駅なんですよ。だからもうその場で夢中になって、旦那さんとね、一緒にもう何枚も写真を撮ったことを今でも鮮明に覚えています。で、金沢に到着して、まず最初にランチで能登牛を食べに行きました。この能登牛がね、もう本当に感動するほど美味しかったです。うん。皆さん、能登牛って聞いたことありますか？これは、石川県の豊かな自然の中で育った和牛のことで、生産量がとっても少なく、他の地域ではなかなか味わえないことから、幻の和牛とも呼ばれているんですね。はい。で、私たちはその時、能登牛の牛重っていう料理を食べました。で、この牛重っていうのは、重箱という四角い箱に入った、ちょっと牛丼と似ている料理ですね。はい。で、この牛重がね、あったかいご飯の上に口の中でとろけるお肉が乗っていて、でもすごい香ばしさもあるんですよ。でもそのね、香ばしい旨味が本当に絶品でしたね。はい。で、実は
その時、新幹線の中で私たち駅弁を食べちゃってたんですよ。お腹空いちゃってね。うん。で、金沢着いた時には、結構お腹いっぱいだったんです。それで、ああ、やばい。これランチ食べられるかなって心配したんですよ。うん。でも、もうそのお店はランチの予約しちゃってたから、キャンセルができないので、もう行くしかないねって言って、もうちょっとお腹いっぱいだけど、よし、行こうって言って行ったんですよ。なんですけど、ご飯粒一粒も残さず、綺麗に完食しちゃいましたね。はい。もうね、ほんとにそれくらい美味しかったです。で、旦那さんもずっと食べながら、「やばい。いや、これやばい」って言いながらずっと食べていましたね。なので、こう金沢に行かれた際には、ぜひこの貴重な能登牛を一度味わってみてください。そして金沢に行ったら必ず立ち寄ってほしい場所の一つが、日本三名園の一つである兼六園です。はい。ここはですね、かつて日本で最も裕福だった大名、加賀百万石の藩主が作った庭園です。百万石っていうのは、当時その領地から毎年お米が100万円分ではなくって、100万石も収穫できたっていう意味です。で、この100万石の石っていうのが何かっていうと、昔のお米の量の単位のことで、もう100万石っていうのは、もうすっごいもう大きい量のことを意味しています。はい。で、つまりその領地は当時の日本でも指折りの経済力を持っていたっていうことなんですね。で、ここで使った指折りっていう表現なんですが、本当にすごいものを数えるときに、こうやって指をね、一本ずつ折りながら数えたりするんですけど、そこから来ている表現で、こう指を折って数えられるほどトップクラスっていう意味ですね。うん、つまりこの金沢の藩主が日本全国でも5本の指に入るほど大富豪だったっていうことを強調する表現なんです。で、その膨大な財力を文化や芸術に注ぎ込んだため、こう兼六園はね、規模もディティールも本当に圧巻です。で、この圧巻っていうのがどういう意味かっていうと、あまりにも迫力だったり、あとは規模、美しさ、そして完成度が高くて、すごいって感動してしまう状態のことを言います。特に冬の兼六園はまさに芸術そのものです。雪の重みで枝が折れないように、こう木の上から下に向かって縄を三角の形に張る雪吊りっていうのをね、見ることができるんですが、この、雪吊りがこう縄で作られた三角の形に雪がこう積もるんですよね。はい。そうすると、本当にまるで絵のような、本当に綺麗な冬の景色になるんです。そして兼六園のすぐ隣には金沢城があります。で、このお城も本当に大きくって、その規模の大きさに旦那さんもびっくりしていましたね。うん。あまりにも広くって、実は私たち途中で迷っちゃいましたね。はい。私がね、すごい自信満々で、旦那さんに案内してたんですよ、道を。なんですけど、途中で迷子になってしまいましたね。「え、これどこ？どっち？あ、こっちだと思ったらあっちだった」とか言ってね、もう反対方向進んじゃったりして大変でしたね。はい、もうそれくらい本当に広いです。それから金沢旅行で欠かせない場所といえば、江戸時代の街並みがそのまま残る東茶屋街です。
ここは日本の伝統的な建物が立ち並んでいて、こう歩いていると、まるで時代劇や、あとは日本のドラマの世界に入り込んだかのような、そういった気分になります。本当に街並みがとっても美しいんです。で、ここはただの観光地ではなくって、今でも芸妓さんが実際にお客さんをもてなしている、とても特別なエリアでもあります。で、通りを歩いてると、こう建物に赤い格子があるのが見えるんですけど、これは生息庫といって、外から中は見えないんですけど、中からは外がよく見えるっていう、そういった作りになっています。本当に不思議ですよね。さらに先ほどお話ししたように、とても裕福な地域だったため、金箔産業が発展しました。で、実は日本の金箔の99%が金沢で生産されているんですね。で、部屋全体がこう金箔で覆われている茶室もありますし、あとなんと金箔アイスクリームっていうのも売ってるんですよ。で、この金箔アイスクリームはもう本当に金色のアイスクリームなので、インパクトもね、すごいです。そしてこの町で最も興味深い文化が一元さんお断りです。これは紹介がないお客様はお断りしますよっていうルールのことです。今の時代お金があっても入れない場所なんてあるのって思いますよね。そうなんですけど本当にあるんですよ。うん。で、看板もなくって扉も固く閉ざされています。で、その中では今も華やかな着物を身にまとった芸妓さんたちが数百年前から続く伝統を守りながらお客様をお迎えしています。さらに驚くのが、お店を出るときにその場ではお会計をしないことです。後日1ヶ月くらいしてから自宅に請求書が届くそうなんですね。つまりお客様を100%信頼した付けのシステムなんですね。だからこそこの人は信頼できるっていう常連客の紹介がないと、そもそも扉を開けてもらえないんです。え、じゃあ私たち旅行者は一生入れないのって思うかもしれませんが、安心してください。東茶屋街の9割以上は私たち観光客も利用ができます。おしゃれなカフェだったりレストランは誰でも気軽に楽しむことができますし、あと夜は常連客だけを迎えるために閉まっている茶屋も、昼間は博物館やカフェとして一般公開しているところもあるんです。街並みや伝統もとっても素敵なんですけど、やっぱり金沢で外せないのは食の楽しみです。で、特に冬の金沢は海の幸が美味しい季節で、食通たちも虜になるほどなんですね。で、この食通っていうのが何かっていうと、グルメに詳しい人のことを言います。で、冬の寒い時期に絶対に食べてほしいのが、冬のズワイガニである加能ガニと、魚のルビーと呼ばれるノドグロです。で、私は初めてノドグロを食べた時、お刺身と塩焼きで食べたんですけど、刺身だとね、ノドグロの脂の甘みが口の中で広がって、あとは新鮮さもしっかりと感じられる、そんなお刺身でした。で、お刺身も本当にすっごく美味しいんですけど、でも私は塩焼きが本当に衝撃的でしたね。うん。塩焼きにすると、旨味たっぷりの油がジュワーって溢れ出すんですよ。で、身はしっとりしていて、で、皮はすごく香ばしい。で、塩加減も本当にちょうどよくって、本当に美味しくて感動しましたね。うん。で、のどぐろって
高級魚なので、他のお魚と比べると結構値段が高いんですよね。なんですけど、その値段が高いのも納得できる美味しさでした。で、私たちが金沢旅行に行った時、海鮮丼をね、食べたんですけど、私はのどぐろを含むいろんなお刺身が入った海鮮丼を食べて、で、旦那さんは寒ぶりの丼を食べました。で、この寒ぶりっていうのは、冬に取れるブリのことで、特に脂が乗って美味しいと言われています。で、もうその味が本当にもうあの、もう皆さん、本当に金沢に行ったら、絶対に海鮮は食べてください。うん、もうね、この丼物も本当に最高です。で、もう先ほども言ったんですけど、金沢の和牛である能登牛もとっても美味しいです。でも、やっぱり金沢は海鮮が最強だと思いますね。うん。で、私の旦那さんがお魚よりお肉派なんですよ。で、そんな旦那さんでさえ感動しながら食べてましたね。うん。で、今、イヤホンだけで聞いている方は見えないかなと思うんですけど、こんなビジュアルなんですね。うん。とっても美味しそうでしょう。本当に美味しいです。はい。あと、私たちはその日、旅館を予約していて、そこでの食事も堪能しました。で、もう、これはね、本当に芸術ですね。はい。で、以前、旅館についての回でお話ししたので、詳しくは省きますが、客室露天風呂付きの旅館で、雰囲気も本当に最高でした。夕食はお部屋に料理を運んでくれるスタイルだったんですけど、一品一品が本当に美味しかったです。で、この日の料理で一番印象に残ってるのが、お刺身なんですけど、マグロのお刺身を食べた時、もう食べた瞬間、旦那さんも私も同時に、うわーってもう声を上げちゃいましたね。うん。もうそれくらい本当に美味しいマグロだったんですよ。うん。もう1年前のことなのに、昨日のことのように今でも鮮明に覚えてますね。うん、本当にそれぐらい感動しましたね。そして最後に皆さんにぜひお伝えしたいことがあります。弁当忘れても傘忘れるな。はい。これはですね、実際に金沢で有名な言葉です。それだけ一年を通して突然雨が降ることが多い地域だっていう意味ですね。で、私たちが旅行した1月も冬にもかかわらずずっと雨が降っていました。でも不思議なことに嫌じゃなかったんですよね。うん。実は私は雨があんまり好きじゃないんですよ。あんまり好きではないタイプなんですけど、でも金沢の雨はなぜか嫌に感じませんでしたね。そう、ずーっと降り続く雨っていうよりかは、もっといい景色を見せるために少しだけ降ってくれる雨っていう、そんな感じがしました。で、雨が上がった後って空気がより澄んで、景色が一層綺麗になりますよね。うん、まさにそんな感覚でした。雨の日の金沢は街がとっても美しいです。あと感動したのが街の至る所にある細やかな心配りですね。突然雨に降られても誰でも自由に使ってまた元の場所に戻せるっていう置き傘が街のあちこちに置かれています。で、この置き傘っていうのは文字通り置いてある傘のことですね。なので、もし金沢で雨に降られても残念に思わないでください。
むしろ金沢がどれだけ美しくて、どれだけ暖かい街かっていうのをより深く感じることができるかもしれません。はい、今日はですね、金沢をご紹介しました。いかがだったでしょうか？皆さん、金沢の魅力少しでも伝わりましたかね？歴史ある街並みや美しい庭園、そして絶品の食べ物。私自身もね、金沢を訪れた時の感動が蘇って、とっても楽しかったです。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。